一番人気は売り切れていました。平日のお昼を少し過ぎた頃、東京の外れのお蕎麦屋さんでのことです。でも、そのおかげで頼んだ2番目が、その日一番の当たりだったんです。こんにちは。田舎の余白へようこそ。会社勤めを辞めて、日本の田舎で暮らしています。専門家ではありません。行って見てきたことをそのままお話しします。新宿から京王線で20分ほど、東京の西の外れ調布市にある深大寺です。駅からは歩いて25分ほど。思っていたよりずっと近いんです。秋分を過ぎて雨ばかりの日、しつこかった夏がやっと終わったんです。その朝、空が晴れていて、思い立って電車に飛び乗りました。深大寺を知ったのは松本清張さんの推理小説です。武蔵野が大事な舞台になっていて、まず驚いたのがこのお寺の古さでした。開かれたのは西暦733年だそうです。東京で一番古いお寺が浅草寺、その次がここなんだとか。そう、2番目です。境内は思ったよりこじんまり。お堂と池としっとりした緑。立っているだけで気持ちがいいんです。ここには国宝の仏像があります。銅でできたお釈迦様の像。ところがこの国宝、本堂にはいないんです。隣の小さなお堂にひっそりと座っていらっしゃいました。椅子に腰掛けて両足を下ろした姿。関東ではとても珍しい形だそうです。しかも関東のお寺が持つ国宝の仏像では鎌倉の大仏に次ぐ2例目なんだとか。調べてみたらこれがまた面白くて、江戸時代の終わりの火事の後、長いこと忘れられていたらしいんです。見つかったのは明治になってから別のお堂の段の下からだそうです。国宝が主役の席を外れたところに静かに座っている。なんだかこのお寺らしいなと思いました。草むらに真っ赤な花が一塊。彼岸花、曼珠沙華ですね。山口百恵さんのあの歌を思い出しました。外の参道もいい雰囲気でした。さて、深大寺といえばお蕎麦です。これも調べてみて、と思いました。この辺りの土はお米作りに向いていなかったそうです。だから昔の人たちはお米の代わりに蕎麦を作ってお寺に納めた。それを参拝の人に振る舞ったのが深大寺蕎麦の始まりだと言われています。つまりお米が作れなかったから名物が生まれた。ここでも2番目です。参道にはお蕎麦屋さんがずらり。組合のお店だけで10軒以上あるとか。池のほとりでは2人連れがお蕎麦をすすっていました。門前で人気のお店の一つが一休庵。店の前で大きな水車が回っています。看板のお蕎麦は一休蕎麦。蕎麦粉が9割、小麦粉が1割で、1日に20食だけなんだそうです。で、冒頭に戻ります。平日のお昼だというのに、その一休蕎麦がもう売り切れ、20食ですから、そりゃなくなります。納得して2番目を選びました。10割。蕎麦粉だけで売ったお蕎麦です。ちなみに8割もありました。ここはお蕎麦だけ。天ぷらもわさびも温泉卵も全部別料金。その日は締めて3000円。見かけた他のお店は2000円くらい。正直結構張りました。まあ、ここが大将ですから、しょうがない。で、味です。うまかった。しっかりコシがあって、噛むと香りが立つ。つゆにちょんとつけて口へ。あっという間になくなりました。一緒に出てきた漆のお壺は蕎麦湯でした。残ったつゆに注いでゆっくり飲む。お腹がじんわり温まりました。帰りはバスに乗らずに歩いてみました。調布の駅まで2キロ。小さな橋、流れる水、お寺と神社。商店街に入ったら道端に見覚えのある像が鬼太郎でした。調べてみると水木しげるさんがこの調布にお住まいだったそうです。それで街のあちこちに妖怪たちが。
その上調布は映画の街。撮影所がいくつもあって、東洋のハリウッドと呼ばれた時代もあったそうです。歩かなかったら一つも知らないままでした。振り返ると、この日は全部2番目だったんです。2番目に古いお寺、本堂じゃないお堂の国宝、お米の代わりのそば、売り切れの後に頼んだ10割、そしてバスじゃなく歩いた2キロ。1番を狙って取りに行っていたら、多分どれも手に入らなかった気がします。予定が崩れたところに、その日一番のものが落ちている。東京の外れにもちゃんと余白はありました。あなたの旅で予定通りに行かなかったのに、帰って良かったことってありましたか？もっと知りたい方は、チャンネル登録をして、他の動画も覗いてみてください。それではまた次の余白で。